こんにちは。ようこそお入りください。こちら玄関になります。素敵なご自宅ですね。ありがとうございます。こちらのアートはどんな作品になってますか？これはプロデュイドボーテプラシュ、髪の毛のプロダクトのポスターの原版だけども、髪型から分かるように多分60年代70年代のものなので、でたまたま19年ぐらい前に eBay ってあるじゃないですか。eBay ってこう物が買えるそういうサイトでこれを買った70年代の美容院の椅子。リンクしてるんですね。そうリンクしてるんですよ。このね我が家でやっぱり天井が高いんですね。これ何メートル 3.8 メートルとかもうちょっとあるのかな。なので住み始めた時にすごくこの高い天井が気に入ったんだけれども、なんとなくこう寂しい感じがして、じゃあってこう天井画を描いていただいたんですよ。夫も私もジャン黒糖がすごく好きで、黒糖の絵を拡大したのを天井画の専門家がちゃんとこうやって一筆書きのように描いてくださって。なるほど。我が家の基本は結構赤色、赤がテーマカラーかな。なるほど。こちらの作品も赤色の。そう赤色が入ってて、椅子だとかこうなんとなく赤を入れてます。扉の色味もすごく素敵なんですけど、ありがとうございます。お家買われた時に塗り直されたんですか？うち賃貸でもうだから20年住んでるんですけど、あまりにも好きすぎてずっと住み続けてます。で住み始めた時にも大家さんが OK って言ってくださったので、自分たちで好きにさせていただいて、20年前に住んだ時からこうちょっときれいにしてもう一度やり直したのが今のスタイルなので、あとはねいろいろあそこに番傘があったり、これは日本からいらした方がお土産にくださってずっと使わずに取っていたんだけれども、たまたまある方のお宅に行った時に、この傘をアクセントに使われているのを見て、真似させてくださいって言って真似して。ここはちょっと静かな空間ですね。これも中国の1000年以上前の壺とか、あとこれはフランス人の方がなんか日本好きで買われてた本なんだけれども、エリコ私は日本語が読めないからプレゼントするわってプレゼントしてくださった時、私たちも読めないのよって言って、こういうものがあったり、アートが好きでいろいろ囲まれてるんですけれども、別になんかそれがこうすごく価値があるものだとか、変な話投資で買ったとかではなくて、本当に好きなものだけに囲まれてるので、子どもたちも家にいるのが大好きです。素敵です。ブイクちゃんどうした？続いてリビングを紹介していただきます。こちらがサロンになります。日本だとリビングですね。素敵なサロンですね。ではサロンのこだわりについてご紹介いただければと思います。なんだろうこだわりって、でもやっぱりここもほら赤なんですね。あとはすごくフランスらしいと言ったらやっぱりだからこう暖炉があって、薪があって、寒い日には火を入れてここでおしゃべりしたり読書したりっていう。すごいフランスらしい。そうフランスらしいんですよ。そうだからあとほらだから見てマッチもこういう大きいマッチで吸って、火をつけます。このマッチケースもおしゃれですね。そうすごい素敵でしょ。あとはそうかね、やっぱりよく皆さんにもお話ししてるんですけど、この赤い絵画は私が語学学校で一緒だった、コロンビア人の男の子で、私が30歳の時彼多分21、2歳だったと思うんですけど、私は一生懸命勉強してるのに横でいつもデッサンしてて、なんでって聞いたら、いや僕アーティストなんだって言って自分の作品集を見せてくれて、でとてもなんかいいなって思って夫に紹介して初めてこれを描いてくれて、だから彼にとっても私たちが初めてのお客様。
敵な出会いですね。そうすごい本当語学学校でそんな出会いがあったり、そうあとこちらは昔ながらの日本のいろんな図柄をこう載せた本があるんですよ。だから多分インテリアデザイナーの方とかよく使われると思うんですけど、そこにあった図柄をこうやって起こして。こちらも絵ですか？これもそうなんですよ。それこそこう屏風みたいにしてもかっこいいななんて思いながら今は壁に飾ってますね。素敵ですね。あとはなんだろう、やっぱり多分フランスっぽいのってこうやってテーブルの上にうわーっと本があるところかなと思う。こちらは何の本ですか？これがまさに黒糖の本なんですけれども、でもそれ以外にもラージャポネってさまざまなほら古い日本の絵の本があったり、こちらはディード源氏って源氏物語。紫式部って書いてますね。本当にね綺麗なんですよ。ほらなんかもう本という本当に画集みたいな感じなんだけれども、源氏物語のあと我が家は展覧会に行くと、その先々で美術館で売ってる画集というかそういうものも買うので、これはマティスだし、そういろいろ。じゃあ本当アートに囲まれたご自宅ですね。ね、で私は別に詳しいわけじゃないんだけれども、やっぱりこういろんなものを見ているとこうアイデアが出てきたりとか、自分がここの何が好きだとか、これはもう美術館ピースだから絶対我が家に置くことはないけれど、もし我が家に来たらどこに飾りたいかなとかって考えるのが楽しくって。あとこれが面白いの、これがねライスという南仏のやっぱりアーティストなんですね。いわゆるタイプライターなんだけれども、ラビエベルってここにあるのをこうやって押すと、ここにオンバトゥースコベってラビエベルだとほら美しきかな人生はみたいな言葉なのに、実はタイプするとオンバトゥースコベってなんだろうな、なんかもうみんな疲れ切ってるよみたいな。言葉がここに出てくるっていう、そのアーティストが作った遊び心のあるタイプライター。そうでもそれ以外のものは売ってないんですけれども、でこちらはプチサロンって呼んでるちょっと空間になるんですけれども、家族でのんびりする部屋かな。みんなで座って映画を見たりとか、なんかそんな感じです。我が家テレビがないんですね。映画をとか例えばニュース番組見たい時にはここに来て見るという感じです。クッションも可愛いですね。可愛いでしょう。でここのソファーも何色にしようかって最初なんかこうネイビーとかがかっこいいかなと思ったんですけど、なんかでもピンクとかって意外と楽しくないってなって、初めてこんなピンクの家具を入れてみました。この隣のすごく気になるんですけど、そうこれはレプリカなんだけれども、もうこれも20年以上前に夫が仕事で中国に行ったんですよ。で帰ってきた時にこれのちっちゃいサイズのお土産に私に買ってきて、これ平和洋だけど好きって言うから、まあ好きとかはわからないけれども、別にこう飾る分にはいいんじゃないって言ったら2ヶ月後にこの子が届いた。これ多分200キロぐらいあるので、そうでもちょっとこう強そうな人がいる感じで、でもっと多分みんながガーっていうのがこの人。ヤズっていうアーティストなんですけど、彼が自分が着てた服とかを着せて靴を履かせて、そう本当はねもっとちゃんと見えるんですけど、だんだんやっぱこう時間が経ってきたらこういう風になってしまって、でも余計怖さが増してきてる感じ。あとはこうサロンも天井画をマティスとあちらの黒糖で。わあ素敵ですね。すごい本もたくさん積み上がってますね。そうでこれも本当に友人宅に行ったら2本ぐらいこういうオブジェみたいにあって「わこれは何?」って言ったらビビリオテックだよってこう分かります。だから本棚なんですけれども、これ自体がなんかオブジェみたいですごい素敵だなと思って真似しちゃいました。このサロンのお気に入りポイントってどこかありますか？でも友人とかが来てもなんか居心地がいいみたいで、結構みんな「すいません長居しちゃいました」みたいな感じなので、多分このごちゃごちゃした感じが意外と落ち着くのかなとは思います。あとはここでいつもボクシングの練習してます。コーチが来てこれでこう腕のトレーニングしたり、
危ないからやらないけれども今は面白いんですよ。これで今体幹鍛えてこうやって置いてイメージできますとか、この上でバランス取るんですよ。できる気がしないですでも最初は私もダメだったけれども今はだから3分はいくかな、で今やってるのはこの上に立って目をつぶってバランスを取るもうこれは10秒が今までで一番だからコーチの手に触れるところでこうやってやって、ダメだと思ったら掴まないと、そんなトレーニングしたりしてます。どのくらいの頻度でされてるんですか？週2回はちゃんと、もう今55で間もなく6になるから、48からずっとできる限り週2回続けるようにしてます。すべて継続は力なりそう。他にも何かライフスタイルで気をつけていることってあるんですか？ライフスタイルで気をつけてること、本当にだってシンプルだと思っていて、なので今話した継続は力なりなんですけど、例えば肌とかも毎日ちゃんとお手入れをするというだけのことなんですけど、それをちゃんと続ける、一日でもそれがこう欠けるとものすごくストレスになるので、そういう意味ではなんか全て決めたことはちゃんとやるというのがなんか自分のライフスタイルの中では大切なのかな。だから週2回だけれどもボクシングもよっぽどの理由がない限りはちゃんと続けるとか、意識してるというか、そうしないとこう自分がダメなんですよ。気持ちがこう落ち着かなくなるので。こちらにも素敵なアートがありがとうございます。でこちらがチェンマンっていう中国人の女性アーティストの作品ですね。でも彼女は多分私たち出会った時はもうすごく中国ではとても人気だったんですけれども、その後本当に多分全世界的ないわゆるこうハイブランドの広告の写真とかも撮られるようになったみたいで。こういったアートとかは、ご友人のギャラリーとかで購入されることが多いんですか？そうですね。あとは本当にこう大きな展示会、例えばグランパレだったりとか、ああいうところで行われるものに行くことはあるんですけど、なかなかそういうところで買えるものはもうお値段もすごいことになっているので、なのでこう友人のギャラリーとか友人が関わっているエクスポジションとかに行って自分たちがそんなに無理しなくても手が届くもので、家にあったら楽しいなと思うものをこう集めてる感じですね。こっち来てください。こちらがキッチンになります。賑やかでしょう。本当にすごい色で溢れてますね。そうなんですよ。なんか色がたくさんあるけど落ち着きを感じるというか、ここもね居心地がよくって、子どもたちの友達とか来てもみんななんかここでまったりしてますね。こちらで普段食事もされたりするんですか？そうなんです。ここキッチンなんですけれども、広さもあるし、基本的な食事はここですね。ちょっとこう本当に親しい友人とかだともうダイニングに行くよりもこちらでもうみんなで椅子をこうくっつけて賑やかに、そうするとここで食事を作りながらもおしゃべりもできるし、一緒に飲めるしっていうことで、一番私もここにいる時間が長いかなと思います。この辺にはいつもフルーツ置かれてるんですか？そう、今日ちょっとこれはバナナケーキ作るからちょっともうこんなになってます。私はあと毎朝必ず自分はレモンを絞ってお湯でちょっと割って、で子どもたちはオレンジを絞ってるので、これでそうなので必ずここに2、3日に1回は2、3キロオレンジを買ってきてますね。常備されてるんです。常備してますね。草間彌生さんです。そうここにこんなところに。これ隣の子がモノプリがデザイナーさんとコラボレーションしてるシリーズで、これとかこれもその時コラボレーションしてたこういうランチョンマットがあったりとか、ほら可愛いですね。この間はまた別のデザイナーさんとコラボレーションしてて、すごい可愛くない？綺麗。インテリアデザイナーのバンサンダレさんっていう方とモノプリがコラボレーションして、その12星座を使ったコレクション。素敵。これも可愛くてね買ってしまったの。ちょっとフルーツ入れたり、いいですね。ね、そこもすごい素敵で。ひりこさん
モノプリとか行かれるんですね。行きますね。本当に昔なんかはだってモノプリで子どもたちの服とか、シンプルで紺色のパンツとかそういうのには逆にモノプリとかの方が価格帯もいいし、意外とそういうベーシックなものが揃ったのでよく買いに行っていたし、これも食器で面白いでしょう。すごいタコですか？タコだったりこんななんかね、これはイタリアのポジターノに行った時に、だからファミリーバルトって入れてくださって、家族用にでちょうど結婚記念日が我が家は9月15日なんですけれども、でいつもその9月15日の時にはこうちょっとどっか小旅行をしたりするんですけど、それでポジターノに行った時にこのお店に行ってオーダーをしました。大きなボウルとやっぱりこうお皿と、あと本当に日常使いのものですね。でマグカップも結構大きいんですけれども、もう愛用していて、可愛いですね。そう、私本当にカプチーノとカフェオレが大好きなので、これでいただいたり、そうこれはまさに IKEA2016 年だか17年の時にも IKEA に通い詰めてでその当時は IKEA がシャルドゴール空港のそばまで行かないと大きなとこがなかったので、そこに行って自分たちでサイズ測って大変な思いをしてオーダーしました。この上のオイルサーディンですか？そうそう、可愛いでしょ。これは自分たちの名前とかを入れて作ってくれたりするんですよ。でこれは私たちがそのちょっと南仏の家の名前を入れて作ってます。こちら冷蔵庫。冷蔵庫これもいつからかわからないんですけど、マグネットがもう冷蔵庫に貼られるようになり、なんか行く先々でだから買ってきて、でそれもテーマがこうおしゃれでかっこいいマグネットじゃなく、もうコテコテのマグネットっていうのがテーマになっていて、子どもたちも例えば学校で旅行に行くとか何か合宿に行くとかっていった時に必ずみんなマグネットを買ってくるし、逆に子どもたちの友達もお土産に買ってきてくれて、どんどん増えていってます。これはなんか長女が学校の旅行でなんかニューヨークに行った時にやっぱり買ってきたりとか。流し台の後ろにあるタイル、これトリコロールカラーですね。そう、ルロワメルランってわかります？ルロワメルランってDIY に必要なものとかこう売っている大きなチェーン店なんですけれども、もうそこに行ってこういう床のキッチンのこのタイルとか、あとこの塗料のサンプルとか、全部そこで買いました。だから確か本当に2016年17年の時はもう IKEA とそこにめちゃくちゃ通ってましたそこで購入したものをご家族と一緒に DIY されたってことですか？でもうさすがにやっぱり大掛かりだったので、そこはプロの方にお願いをしたんですけれども、このタイルも何も考えずになんか可愛いかなと思ってトリコロールで買ってみたら結構いい感じになったねっていう。これは薬ケースですか？そうなんですよ。ですね。調味料を入れてます。ほら。よく使われる調味料ですか？ここは意外となんかそんなにしょっちゅう使うものじゃない。カネルとか例えばちょっと料理に使う時ぐらいで、基本はやっぱりこの辺りにいろいろ並んでますね。例えばお魚にいいとか、胡椒でもいろいろタイプが違うじゃないですか。だから一般的に使うのはここら辺の普通に使ってるんですけれども、基本はやっぱりベーシックなもので、でもお肉料理でちょっとこのあれを変えるだけでね、味わい方が変わるのでいろいろ使うことはありますけど。包丁は日本の包丁ですか？そう、日本の包丁ですね。これは確か本当結婚した当初に京都に行った時に作ったね、相次ぐので、うちの夫がシャルル・エドワードというんですけど、エドちゃんって彫ってもらって、あとはやっぱりね、お祝いにいただいたりとか、これはもう夫が1998年に1年間だけ東京に住んでたんですね、仕事の時に。で彼がその時に初めて買った包丁、街頭でこうやってなんかやってる方がいて、でこの穴が開いてることできゅうりがくっつかないで切れるんですよみたいなことをやっていて、彼がわーって言って買ったっていう包丁がいまだに我が家にあります。やっぱ包丁は日本の包丁すごくいいので、買ってきたり。どんなお料理作られることが多いですか？普段コロナ以降は、
すごく和食も作るようになったんですけど、でも基本的には本当にフランスは食材がね、美味しいので、果物も野菜もお肉もお魚もなんかとにかく美味しいので、凝ったことをするよりは新鮮な旬の食材を買ってきて、それをこう焼き加減を気をつけて焼くとか、で子どもたちすごい例えば生姜焼きとか好きだから、長女がとか息子が次の日がテストがあるとかっていう時には生姜焼きを作ったりとか、あとは本当にお肉をそのままガーッとこうやっぱりオーブン料理はすごく便利なので、オーブンに入れて作ったりとか、じゃあ次はダイニングにご案内いたします。こちらです。でいわゆる食卓なんですけれども、この絵も先ほどのサロンで赤い絵をご紹介したじゃないですか、語学学校で一緒だったって男の子、彼の作品なんですよ。こちらに引っ越してきた時にまたちょっと連絡を取って、ここの壁一面あるんだけど何か描いてって頼んで描いてもらった作品です。これはどんなアートになるんですか？多分我が家に来てくれてイメージをして書いてくれたんですけど、いろんなね言葉がアルファベットで書いてあるんですけど、こういろんな矢印とともにこうメッセージになってるんですが、色もすごくカラフルだし、あちらのサロンにあった赤い絵もそうなんですけど、多分これがフェデリコっていう男の子なんですけど、フェデリコのスタイルなんですよね。こちらの照明もなんか不思議ですね。不思議でしょ。このアパートを借りた時に見つけて、もうここも天井画があって、このさりげなさがすごい好きです。黒糖の、えりこさんの後ろ側に飾ってある絵は、これはアダミっていう方の作品なんですけれども、これはもともと夫の両親が持っていたものを、ちょっと譲ってもらったものなんですけれども、ここで仕事をしてるともういつもここにいて、ずっとそばにいてくれるので。この両隣の照明も面白いですね。これは夫が多分何かネットのオークションで見つけてる照明なんですけれども、これ石ですか？石です。食卓なんですけれども、普段は本当に私がここで仕事をして、特に次女の宿題を一緒にここで見たりとか、なんかそんな空間ですね。そう、さっきご紹介したのは家族が使う食器だったんですけど、こっちはだからお客様用のものを、これはグラス系なんですけど、すごいたくさんありますね。グラスのグラスとか、こちらがあとお皿系とかですね。そう、こんな感じ。ちょっとさらっとお見せすると、ちなみにこれは子どもたちから去年の夫と私バースデーが一緒なんですよ。夫のが2歳若いんだけれども、でバースデーが一緒なので子どもたちからパパとママにって、ほらこういうサラダ入れたりとか、デザート入れたりできる。いつも私たちが器系が好きなので、いろいろ、あとこういうちょっとほらチーズ乗せたりできる、なんかちょっと面白いものを、いつもプレゼントしてくれるんですね。ここがちょっとどっちかというとお客様用のものが。ありがとうございます。皆様ルームツアーいかがでしたでしょうか。私の大好きな家をご紹介させていただきました。賃貸なんですけれども、ここに住んでもう20年になるんですが、ますます好きになっている我が家です。でなぜ好きかというと、好きなものに囲まれてるから、家族が大好きで大好きなものたちに囲まれているので、本当に居心地がよくって、もう私はここから離れたくないっていうぐらい大好きな家なんですね。その一部をちょっと今日はご紹介させていただきました。ぜひ皆様の感想もいただけたら嬉しいです。今回初めての YouTube ということで、もう本当に未知の世界に突入してしまいました。というか飛び込んでしまいました。正直怖いし、どんなことが皆様が求めてくださって楽しんでくださるかが全くわからないので、これからどしどしとこんなのが見たいとか、こんなパリが知りたい、こんなフランスが知りたいとか、もちろんファッションも含め何でもこんなこと知りたいんですっていうことがあったら、ぜひコメントをいただけたら嬉しいです。今後のYouTube の
この投稿の参考にぜひさせていただけたら嬉しいです。その前にぜひチャンネル登録をお願いいたします。もう本当に初めてなのでなんか緊張していたので次回もっと上手にできるように頑張ります。